こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。声が変だね。今日はパートナーシップとかね、あとちょっと性について話してみようかなと思いますね。こう宇宙のこととかやってるとね、結局宇宙人ってこう両性だったりするんですよね。男性だったり女性だったりっていう、両方だったりするから、あのやっぱこうね、地球的に言うと男性女性とかこう分かれてますけど、両方であったことがみんなあるんじゃないかなっていう感じだよね。で、そうだな、やっぱりだから無理やりさ、こうさ、なんかもともと男性的な人がさ女性として生まれてたりとか、もともと女性が男性に生まれてたりとか、そういう感じのとこもあったりするから、やっぱりこう今は多様性の時代ですからね。男性が好きな人、男性が男性好きになったっていいと思うし、女性が女性好きになるっていうこともいいと思うし、何て言うんですかね、いろんな性というかいろんな形が、あるのが本当自然で宇宙的だなって思ってるって感じね。それでやっぱりパートナーシップがさあんまりうまくいってない人とかって結構多いと思うんだけど、こうパートナー、彼であったり旦那さんとか奥さんとかね、彼女であったりとか、この辺りってやっぱりさ分離感なのかもしれないよね。私も旦那さんと別居してた、3年ぐらい別居してましたけど、結構やっぱ喧嘩が絶えなかったんですよね、その前。お金のこととかやっぱり考え方とかのところかな。彼に合わせようとしてたんですよね、私。合わせようとしてて、いつもだからその旦那さんと結婚する前とかはだいたいうまくいっちゃってたんですよね。今みたいな感じかな、やっぱり感覚で生きてたからうまくいってたんだけど、やっぱりこう結婚して、子供を持ったりしてね、そうしたらやっぱりその彼のやりたい夢とか私がやりたい夢とかをさ、何て言うんだろう、やっぱ彼に合わせたり子供に合わせたり、そういう感じでちょっと、自分のペースじゃないというか、感じにしてたなっていう感じはすごいするよね。相手に合わせてたっていうの。そうだからそれが自分の夢のようになっていたり、自分のやりたいことのようにちょっと錯覚してたようなところがあったなと思ってて、その時はやっぱり全然うまくいかなくて、喧嘩も絶えなかったし、お金の苦労も半端なかったし、あれで一回離れて、自分のペースで自分の流れみたいな感じにやっぱ無理やりになったんだよね。無理やりやりたくてそうなったわけじゃないんだけど、そう自分っていうものを生き出したんですよね、その旦那さんと別居して3年ぐらい。その時本当どん底みたいな感じがあったけど、自分のペースになってきて、自分だけを信じるみたいな感じになってきて、だから今結構、ずっといい感じだよね、やっぱりパートナーシップ。これはだから、身近な人だけどね、旦那さんとか奥さんとか身近な人とやっぱりうまくいくってことは、周りの人ともうまくいくって、こういうことになってきちゃうんだよね、やっぱりね。そうだから別に今奥さんとか旦那さんとか彼とか彼女とうまくいってなくたっていいんだけど、そこの原因っていうのはやっぱり自分自身のこう分離感っていうのかな。だから自分自身をもっと認めてあげる必要があるっていうところがあるのかもしれないよね。自分のペースでいれば、自分が満たされてるともうなんか何でもいいんだよね。相手に求めなくなるし、相手に合わせなくなるから、やっぱうまくいくんですよ。自分が自分を生き始めるとうまくいくなっていう感じを見てるって感じかな。どうしてもね、相手に合わせがちになりがちなんだけど、私はもうやっぱ相手に合わせない合わせてもらうみたいな感じか。でも相手にそういうのが好きな人もいるからね、合わせることというか、自分が自分を生き始めると相手も自分を生き始めて、それでいい感じの関係が続くのかなと思うから、やっぱり自分の自己統合というかね、自分のペースでいるっていうのが結局パートナーシップもうまくいかせる秘訣なのかなっていう話ね。そう、あとやっぱ寛容であるってことは大事かもしれないね。いろんな個性の人がいるわけだから、いろんな考え方の人がいても、もう
なんていうのかな、幻想ですからあんまりその、例えば私がさ旦那さんのことを悪いところを見たらきりないよね。お腹出てるとかさ、細かくはないな、おならが臭いとかあとなんだろう、変な日本語喋るとか、別にいいかそれは。あと何かあったっけな、話が意味わかんないとかからなんか、あとマイペースだね。あとお薬とか体の病気についての血圧をいつも測ってたりとか、お薬をいつも花火を離さず持ってたり慎重だから、そういうとこも気にしたらねキリがないじゃないですか。でも何にも考えてないもんな。そうしたいんだなって、もうほんと寛容、幻想だから何にも考えないみたいな、好き勝手にやんなみたいな感じでやってるから伸び伸びしてんじゃないのかな。私も伸び伸びさせてもらってるし、うまくいってるのかなと思う。これがなんかパートナーともうまくいってるから多分周りの人間関係もうまくいくとは思うよね。言ってないから周りの人とうまくいかないってわけじゃないけど、見せてくれるからね。やっぱり近くにいるそのパートナーっていうのは自分が気になるところっていうのは人のことがそういうとこを気にするっていう部分が自分が持ってるってことだから、それをね自分にこうありありと見せてくれる、教えてくれる存在なんですよね。そうそう、そんな感じで思ってるって感じかな。あとはやっぱりさ、男性性とか女性性とかやっぱり本当に自分を受け入れてあげて、私本当にさ最近女性性が出てきたんですよね。前まで男性性めっちゃ強い、もうなんか戦いみたいな人間だったんですけど、このひげ生えてるようなうっすらとひげ生えてえばってるようなさ人間だったけど、最近やっぱり女性性すごい出てきたなっていう、女神ついたのかなって感じ。女神とかやっぱりこう、統合されてきたんだろうね自分が。男性でもあり女性でもありって統合されてきた時になんか人類愛みたいなとこが出てきたんで、愛が溢れてきたんですよね。自分を愛していたらなんか愛が溢れてきて、その愛の溢れ方がすっごい尋常じゃない愛の溢れ方になってきたんですね。その時にあれ、行ってらっしゃい。なんだこれみたいな、なんでこんなに愛あふれてて、で知らない自分がどんどん出てくるんですよね。こんな女性性みたいな。でもさジャッジしないから好き勝手にどうぞみたいな感じなんですよ。自分がどんどん変化することもジャッジしないみたいな感じだから、こんな自分がいたんだというか、こういう部分がもう変化するんだなっていう感じで見てるんだけど、女性性強くなってきたって感じするよね。これはなんだろう、男性にも言えるのかもしれないし、そうだから決めつけない方がいいよね。変化することを本当恐れないでほしいというか、どんな自分だっていいわけだし、変化するのが当たり前だし、もう細胞一個一個生まれ変わるって言われてるからね。一瞬一瞬で生まれ変わるみたいな、一日でもいいけど一日で生まれ変わってるわけだ。自分って生まれ変わってるんですよ。どん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 生まれ変わってて、で昨日があって未来があってみたいなのをさ、ずっと続いてるように感じてるけど、実はもうてん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 ってさ全部がこう単一的になってて、それをもう自分が一瞬一瞬を生きてるみたいな感じなんですよね。それがくっついてるように感じてるだけだから、変化するのは当たり前だし、昨日の自分と今の自分は違うぐらいので、そういうことが実は起こってたりしますから、あんまり過去にとらわれないでいくといいんじゃないかと思いますね。あとそうだ、性についてっていう話ね。性、みんなどうですかね私は普通じゃないかな。性欲、普通にあると思うし、自然なことだよね。やっぱり人を求めるというか、男性を求めたり女性を求めたりってすごい自然なことで、もうねやばいよ。やばいのはもうインドとか知ってるかな。あと神社とかもそうだと思う。スピリチュアル的に言うとさ、もうその男性の性器と女性の性器とかっていうのがさ、もう神社のあれだもんね。神社の形は女性の性器とか言われてるし、なんだっけ、シバリンガっつってさ、もう男性の性器がインドとかだともうそこに牛乳かけちゃったりとかしてなんかもうすごくなってんだけど、
要はもうやっぱりこうなんていうのかな、宇宙が生まれた時にやっぱり男性と女性が統合してじゃないけどさ、どっちか離れたのかちょっと生まれたのか分かんないけど、やっぱりここはその性と一緒なんだよねきっと。そうそう、だから自然なことだしスピリチュアルなことでもあるって感じ。タントラだったっけな、マグダラのマリアとかさ、なんかそういうところとかでもかなりその性イコールだからもうなんていうのかな、性エネルギーっていうのがあるんですよね。宇宙に行っちゃうみたいななんかそういうのがあったりとか、詳しい人いるよねやっぱそっちの方が。要はあれ詳しい人何なんだろうな、私そこまでちょっとそっちの方に探求しようとは思わないんですけど、めっちゃ詳しい人いるんですよ、そっちの方がもう大好きみたいな、そういうののもう研究者みたいな人もいるから、そういうことに興味がある人はそういうのを学んでみるといいと思うんだけど、やっぱ性とスピリチュアルなこと、宇宙のことっていうのはすごく密接に結びついてるんじゃないかと思いますね。宇宙に行くよねやっぱり気持ちよくなったりするちょっとあんまり言うあれだけど、宇宙に行ったりはするんじゃないかと思うから、恥ずかしいことじゃないし自然なことだなと思うんですね。だってやっぱりこう私たち生まれて死ぬっていうさ生命の営みがずっと続いてきて今私たち生まれてるわけだから、なんかすごくこう美しいことですよね。美しいことだし、なんだろう、そういうものもジャッジしないっていうのかなみんな大好きみたいな、でもなんかそういうなんだろうな、体の関係とか性とかっていうものもやっぱ超えてくるんだよな。人類愛とかになってくるともうそういうものも超えて全てであるみたいな感じになってくるから、そういろんな段階がある。ちょっと激しいかな、性とかになってくると。性エネルギーってちょっとこう強烈な感じするよね。クンダリーニみたいなさクンダリーニが覚醒するみたいなところがあるよね、なんとなくね、面白いなと思うんですけど、だから別に性欲が強くたってすごくいいことだと思うし、性欲がなくたってすごくいいことだと思うし、その人のそれぞれの段階があると思うんですね。ただ性についてこう極端に否定する人とかは何か多分ブロックが入ってる可能性があるから、そういうものに対してだから男性をすごい拒否しちゃったりとか女性を拒否しちゃったり、そういう自分にそういう性的なもので自信がないとかさ、もしあるとしたらもしかしたら過去性の可能性もあるから、過去性のその時の自分であったりその過去のね自分の出来事とかをね自分で今認めてあげるといいと思うんですよね。大したことじゃないからね。だし自然なことをやっぱり生まれるっていうことは性があって生まれるわけだからやっぱり自然なことなんですよね。動物も植物もそうやって生まれてますから、とても自然なことだし、それが特別だっていう感覚がもしあったとしたら書き換えていくといいんじゃないかと思いますね。そうやって考えた時にやっぱり調和融合でね、最近やっぱすごい来てるのは陰と陽の統合プラスもう一個なんだよね。陰と陽だけだと思うじゃない、陰と陽だけどもう一個やっぱりあるんだよ、この中和剤みたいのがやっぱあるんですよね。ここの部分だからなんていうのかな、好きか嫌いかっていうところを見てるんだけど、普通っていうさ日本人的な普通みたいなのあるじゃん、どっちも好きみたいな、それもいいんだよね。それもあるっていう感じになると、全てが調和されていくっていう感じになるから、ここの部分も結構好きだなっていう感じかな。男と女だけじゃなくてだから真ん中だっていいし、外れてるっていうかさ、いろんなものがあっていいしみたいな感じかな。そうするともうさ答え出さなくなってくるから何でもいいやみたいになってくるみたいなあるんじゃないかと思いますね。そう本当に自分を愛してあげることだね。やっぱり小さなことでいいからたくさん自分を愛してあげると、今度はその愛が溢れて、パートナーであったり周りの人であったりっていう感じにもうどんどん
人を大事にしたりね、していく気持ちが溢れていくから、勝手にそういう風な行動していくようになると思うんですね。だから今目の前の人間関係がうまくいってなかったり、パートナーとうまくいってなかったりとかね、そういう方っていうのは自分自身の癒しっていうのも本当とことんやってあげるといいと思いますね。本当にとことん愛してあげる。私も今日一日中愛してたわ、自分のことをゴロゴロと何回寝たんだろうな、寝ぼけてんのな今まだクーさんのセッションの肯定反応がここ1週間ぐらい続くだろうなって感じだから、寝ぼけてる感じなんですよね。ちゃんと休んであげて寝ぼけてあげてるみたいな、なんかそういう感じでやってますから、本当にみんなもね、自分のことを愛してあげてください。大事にしてあげてください。今この高波動の中ね、こんなに頑張って生きてるんだから大変ですよ。やっぱり肉体持って生きるっていうのはすごく大変ですから、その中でもういるだけですごく頑張ってますし、いるだけでいいわけですかね。存在してるだけでもう本当にもう価値があるし、最高な状態ですから、本当に俺よくやってるなとかさ、私よくやってるなっていう感じで認めてあげて癒してあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ではまた撮りたいと思います。ではでは。